マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でしょうか？私は元気です。はい、今日ですね、韓国では初雪が降りました。今年初めての雪です。やっぱり初雪っていつ見てもドキドキしますね。私は雪がね、そんなに降らない地域で育ったので、今でも雪を見ると、わー雪だーって感動します。なんかついこの間までね、紅葉が綺麗で、わー秋だなー、紅葉が綺麗だなーなんて思っていたのに、もうすっかり寒くなって本格的に冬が始まりました。うん、皆さんの中にも寒い地域に住んでいる方いらっしゃると思いますので、皆さんもね、くれぐれも風邪などには気をつけてお過ごしください。はい。では、今日のポッドキャストでは、日本の旅館についてお話をしていきたいなと思います。はい。この冬に日本旅行を考えている方もいるかなと思いますので、そういった方にもね、きっと参考になるお話あると思うので、ぜひぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。はい。で、旅館なんですけれども、ご存知の方もね、多いかなとは思うんですけれど、旅館というのは日本の伝統的な宿泊施設のことですね。例えば、木造でできた旅館とか、木でできている旅館とか、それから畳や布団、あと和食といった、日本らしさが詰まっている宿泊施設のことです。で、実は去年の12月、私日本へ一時帰国したんですけれども、その時にね、旦那さんと2人で旅行に行きました。石川県の、金沢市という場所に旅行に行ったんですけれども、その金沢の中にある湯涌温泉という場所に行って、そこにある旅館に泊まりました。はい。で、湯涌温泉は金沢駅からバスでだいたい1時間くらい、50分くらいかな。行ったところにある、温泉街ですね。なので、もうたくさん旅館があるんですよ。はい。で、本当に静かな場所で、とってもいいところでした。うん、旅館もとっても素敵で、お部屋もね、すごく落ち着いた感じで、雰囲気のある、そんなお部屋でした。しかも、部屋に露天風呂がついてたんですよ。もう最高でした。うん、その露天風呂っていうのは、外にある温泉のことですね。なので、外で景色を見ながらとか、空を見ながら温泉に浸かることができます。で、その時は12月、クリスマスの時に行ったので、雪がね、降ってたんですよ。なので、この露天風呂から雪が降ってるのが見えて、その雪を見ながら入った露天風呂、本当に最高でした。うん。あとはね、大浴場というものもあります。大浴場はみんなで使う室内にあるお風呂のことです。なのでそこにシャワーとかもね、あります。なのでそこでシャンプーとか体を洗って、そしてお風呂に入るっていう感じですね。はい。で、私たち夫婦はお風呂に入る、このお湯に浸かることがすっごい大好きなんですね。なので、部屋の露天風呂もそうだし、大浴場にも、もう夫婦でね、何回も行きました。あとね、面白いなって思ったのが、その時が旦那さんは初めての旅館だったんですね。で、スタッフの人が、私たちがその大浴場に行っている間に、スタッフの人たちが私たちのお部屋に入って、布団をね、引いておいてくれたんですよ。2つの布団をね。で、私たちがその大浴場から帰ってきた時には、もう部屋がね、綺麗に
布団が敷いてあって、整っている状態だったんですけれども、その、光景を旦那さんが見て、「え、布団まで敷いてくれるの？そんなサービスまであるの？」ってすっごい驚いてたんですよ。うん。で、なんかこう、私は小さい頃から旅館をね、利用していたので、そういうスタッフさんが、こう部屋に来て布団を敷いてくれるっていうのは、当たり前のことだと思っていたんですね。うん。なので、そうやって驚いてる旦那さんを見て、ああ、そっか。ホテルじゃそういうサービスは、ベッドだからね、基本的にないだろうし、あ、そうか、これは驚くポイントなんだって思いましたね。うん、すごく面白かったです。で、その旅館は全体的にクオリティがすごく高くて、とってもいい旅館だったんですけれども、特に私が気に入ったところが、お料理のクオリティの高さと、そのお料理を部屋で食べられたことです。旅館によっても違うんですけれども、お食事処で食べる旅館が多いかなと思います。お食事処っていうのは、この食事の時間になった時に、私たちがその食事をする場所まで行って、そこで食べるっていう感じですね。なので、こう広いところに他の利用客の人たちもいて、そこで食べるんですけど、あとはお食事どころが個室になっている旅館とかもあります。そういった旅館が多いかなと思うんですけれども、今回の旅館はその部屋でね、食べられたので、2人で会話をしながら、そして料理を味わって、あとはね、自分たちのペースで料理を食べることができたので、本当に良かったです。うん。私はお部屋で食事するのがね、大好きです。皆さんは日本の旅館泊まったことありますか？ホテルと旅館どっち派ですか？この派というのは、どっちが好きかを聞くときに使う言葉です。なので例えば、犬が好きですか？猫が好きですか？って聞きたいときに、犬派ですか？猫派ですか？って聞きます。うん。私はね、やっぱり日本人だからかな。旅館派です。で、好きな理由は、まずはやっぱり温泉ですね。うん。あとは四季を感じられるところ。日本って春、夏、秋、冬、4つの季節があるじゃないですか。なので、こう同じ旅館に行ったとしても、季節が違うと全然違う雰囲気をね、楽しめるんですよ。はい。あとは、こう静かに休めること。のんびりできることですかね。うん。こう普段生活をしていると、すごく忙しい日だったりとか、あとは時間に追われて行動しなきゃいけない日ってあるじゃないですか。でも、旅館に行くと、なんだろうな、時間を忘れて、のんびり過ごせるんですよ。うん。なので畳の上でお昼寝したり、あとは温泉に浸かって癒されたりっていう、本当にのんびりとゆったりとした時間を過ごせるので、こう非日常を味わえるんですね。あとは食事ですね。うん、旅館の食事って、こう季節ごとに旬の食材を使ったお料理が出てくることが多いんですね。なので、旬の野菜だったりとか、あとは和牛もその地域によっていろんな種類の和牛がありますよね。なので、その地域の美味しいお肉をいただいたりっていう、そう、ここも私はすごい大事なポイントですね。うん。で、私は基本的に旅館に泊まるときは、1泊2食付きのプランを選びます。この1泊2食付きっていうのは、その日、泊まる日の夕食と、あと次の日の朝食で2食がついているプランのことですね。はい。で、
やっぱり夕食ももちろん楽しみなんですけど、次の日の朝食べる朝食もすごい楽しみなんですよ。で、私普段朝ごはんってあんまり食べないタイプなんですけれども、旅館に行くともう朝からもうもりもり食べちゃうんですね。そう。だから本当に朝ごはんもね、あの、美味しい旅館が多いので大好きですね。はい。で、ちなみに、この夕食と朝食両方ともついていないプランもあったりするんですけれども、そういったプランは素泊まりと言います。素泊まりプランですね。ただ旅館に泊まって温泉に入って次の日帰るっていうプランです。あとはね、やっぱり旅館のスタッフのおもてなしですかね。うん。この旅館って丁寧で温かいサービスをしてくれる旅館が本当に多いんですね。なので、これも旅館の魅力の一つかなと思います。で、私が実際に受けたサービスで、本当に感動したことがあるんですけれども、お母さんと2人で旅行に行った時の話です。で、その時、静岡県の伊豆という場所に旅行に行ったんですけれども、その私たちがその旅館に行く数日前にね、伊豆で大雨が降ったんですよ。それでその数日後に私たちが旅館に行って、で、その予約したお部屋が、部屋の窓から川が見える、その景色が綺麗なお部屋を予約したんですね。そしたら旅館に着いて、すいません、チェックインお願いしますって言ったら、そのスタッフさんが、大変申し訳ございません。数日前に大雨が降ったせいで、その影響で川が氾濫してしまったんですって言われたんですね。で、この氾濫っていうのは、何かっていうと、雨がたくさん降ったりして、川の水が溢れちゃうことを言います。そう。なので、この大雨のせいで川が溢れてしまって、窓からの景色がね、良くないんですって言われたんですね、スタッフの方から。でもその時私たちは、それはね、天気の問題だから仕方ないよね、全然大丈夫っていう感じだったんですよ、私とお母さんは。なのでスタッフの方にも、もう全然大丈夫ですよって言ったんですね。そうしたらそのスタッフの方が、いえ、本当に、今回、その窓からの景色も楽しみにしていただいたかと思うので、本当に、申し訳ありませんって。で、そのお詫びとして、今回ワンランク上のお部屋をご用意させていただきましたって言われたんですね。で、えって、ワンランク上のお部屋って言ったら、結構料金がボンと高くなるんですよね。そう。なのにそれを、その川が氾濫したことで景色が良くないからっていう理由で、無料でワンランク上の部屋を用意してくれたんですよ。で、もうそれを聞いて私とお母さんもびっくり。もう逆にこっちが「え、それは申し訳ないです」って言って、だけどスタッフさんは「いえいえ、とんでもないです。もう本当に申し訳ありません。なのでそちらのね、お部屋でゆっくりとおくつろぎいただければと思いますってゆっくりしてくださいって言ってくれたんですね。で、その、ワンランク上のお部屋が、川の見えるお部屋ではなくて、山が見える、お部屋だったんですよ。で、それも謝られたんですね。申し訳ありませんって。でも山が見える景色なんですって。もう、どこまで優しいんだろうって、もう私とお母さんは感動して、で、いやいやいや、本当にありがとうございますって言ってね、で、そのワンランク上のお部屋をね、案内してくれました。で、そのお部屋に入ったら、もう、私たちが予約したお部屋よりも、もちろん広くって、そして、私たちが予約をしたお部屋は、露天風呂がね、客室にはついていなかった
タイプのお部屋だったんですけれども、そのワンランク上になったので、お部屋に露天風呂もついていました。で、もう、ふわってもうテンションも上がっちゃって、最高この部屋って。で、もうスタッフさんにも本当にありがとうございます、嬉しいですってね、何度もお礼をしました。で、もちろん、露天風呂もね、しっかりと入りました。うん。ね、本当にその旅館はね、サービスももちろん完璧だったし、それからね、お部屋の雰囲気も、あとはお料理も本当に美味しかったんですね。なので、悪いところがもう見つけられないっていうぐらい完璧な旅館でした。で、本当に私とお母さんがね、すごく本当にいい旅館だったので、今でもたまに話をします。あそこの旅館また泊まりに行きたいねって。だから絶対今度ね、また行こうねっていう話をしています。うん、本当に忘れられないいい思い出ですね。そんな魅力たっぷりの旅館なんですけれども、実は旅館にもね、いろいろなスタイルがあります。例えば、高級旅館。うん、その名の通り、高級な旅館ですね。ちょっとお値段が高い旅館です。はい。まあ、お値段は高いんですけれども、サービスや食事のレベルが高くって、そして部屋も広くて特別感がある旅館です。うん。で、高級旅館っていうと結構有名なところが星のやという旅館ですね。ここは星野リゾートというグループが、やっている旅館なんですけれども、本当に素敵な旅館なんですよ。うん。だけど、お値段が結構高いです。はい。私はまだ1回も行ったことないんですけれども、いつか必ず1回は行きたいなっていう、そんな夢があります。そして、温泉旅館っていうのもね、ありますね。これは、温泉を楽しむための旅館です。で、こう、日本って全国に温泉地、有名な温泉地がいろんなところにありますが、そういった温泉地に行くと、温泉旅館たくさんありますね。有名な温泉地だったら、どんなところあるかな。今パッと出てくるところは、箱根とかね、箱根温泉とか、あとは草津温泉とか、あと別府温泉とかですね。うん、そういったところは本当にたくさん温泉旅館があるので、またその温泉を楽しむために行きたい方は、ぜひ行ってみてください。すごく温泉旅館もいいです。あとは老舗旅館というのもあります。この老舗っていうのは昔から続いていることです。なので、こう歴史が長い、ずっと昔から続いている旅館のことなんですけれども、もう老舗旅館はね、やっぱり建物が違うんですよね。うん、もう建物からすごい歴史だったりとか伝統を感じられます。あとは和モダンな旅館なんかもありますね。この和モダンっていうのは和風だけどちょっと洋風のデザインも入った旅館のことです。うん、なので和と洋が混ざった感じの旅館なんですけれども、もう結構おしゃれな旅館が多いです。はい、和モダンな旅館もね、本当にいいですよ。最高です。ちなみに、田舎の旅館なんかに行くと、周りのお店がね、現金しか使えませんっていう場合がね、結構多いので、それは気をつけた方がいいかなと思います。なので、日本旅行へ行く際には必ず現金も持っていくことをお勧めします。あとね、旅館でのマナーもいくつかあるのでね、そちらもご紹介したいなと思います。はい。まずですね、旅館の部屋に入るときは、必ず靴を脱いで入ることですね。うん。ホテルとかだと、そのまま、靴のまま入ってオッケーっていう場合がね、多いと思うんですけれども、旅館は畳の部屋が多いので、必ず入ったら、すぐ靴を脱いで上がります。
はい。なのでこれもね、気をつけてください。はい。あとですね、露天風呂、大浴場とかに入る時の、マナーなんですけれども、そのお風呂に入る前に、軽く体を洗ってからお風呂に入るっていうのがマナーです。はい。で、あとは、タオル、ハンドタオルとかも持って温泉に入ると思うんですけれども、そのタオルを温泉の中に入れるのもダメです。はい。なので、タオルはね、お湯の中に入れないようにしてください。私はいつもその大浴場に行ったら、ハンドタオルを持っていくんですけれども、そのハンドタオルを頭の上に乗せて、あの、温泉に入ります。はい。あともう一つ、浴衣の着方なんですけれども、旅館に行くと、お部屋に浴衣が置いてあったりとか、もしくはスタッフの方が直接浴衣を貸してくれる時があるかなと思います。それで、旅館にいる間はね、浴衣を着ることが多いかなと思うんですけれども、その浴衣を着る時、まず最初にこう浴衣を羽織りますよね。それで羽織ったら、最初、右側を下にしてください。そして次に左側を上に持ってきてください。で、最後に帯で結んで完成です。はい。で、この、あのー左側がね、必ず上に来るように着なきゃいけないんですね。これがもし、反対だから左側が下で右側が上っていう着方をしてしまうと、これは日本では絶対にダメな着方なので、これは気をつけてください。必ず左側が上です。はい。はい、本日はですね、日本の旅館についてお話をしました。いかがだったでしょうか？もし、日本旅行に行った時に旅館に泊まったよっていう方いらっしゃったらね、日本の旅館どうだったか、感想をぜひぜひコメント欄で教えてください。そして、まだ行ったことないよっていう方は、ぜひ一度旅館に泊まってみてください。はい。あと、今週の日曜日、12月7日は JLPT の試験ですね。このポッドキャストを聞いてくださっている方の中には、JLPT の試験受けるよっていう方多いかなと思います。なので、あともう少しで試験日ですが、最後まで諦めずに、そして試験当日頑張って受けてきてください。応援しています。はい。それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。